今回は新たな支配の悪魔こと、ナユタについて解説します。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。まずは、ナユタのプロフィールについて見ていきます。ナユタは、マキマ定食を完食したデンジのもとに、岸辺が連れてきた少女です。身長は、シベリアンハスキーと比べてもかなり小さく、未就学児ほどの大きさです。髪は黒色で、目は特徴的なぐるぐる模様。そして、泣きぼくろが特徴的です。ナユタは、支配の悪魔であるマキマの生まれ変わりで、岸辺が中国で発見された個体を盗んで、デンジの元へ連れてきました。デンジが岸辺に対して、しばらくもう俺は肉は食いたかねえっすよ。と言っていることから、デンジに食べられたマキマは、その後すぐに輪廻転生して人間界に現れたようです。作中で悪魔は、死亡しても地獄で蘇り、その地獄でも死ぬと、再び人間界に生まれる、ということが語られています。なお、人間界に生まれ変わった悪魔は、地獄での記憶や死ぬ前の自分の記憶もなくなります。このことからナユタにはマキマだった頃の記憶はありません。そんなナユタをこのまま国に任せれば、再びマキマのような存在になってしまったり、支配の能力を政府に悪用される危険性を危惧した岸辺は、支配の悪魔を倒したデンジが適任と考え、ナユタの身元を任せます。この際に岸辺がこれから忙しくなると発言していますが、これは支配の悪魔との戦いで公安の人員が激減したためと考察されます。岸辺はそんな公安を立て直すために奔走しているようです。かつては借金苦で極貧生活を送っていたデンジをマキマが拾い、公安のデビルハンターとして育てましたが、今回はその立場が逆転して、デンジがナユタを育てることになったのが感慨深いポイントです。次に、ナユタの能力について考察していきます。ナユタは、作中では何の能力も見せていませんが、支配という言葉が恐れられている限り、支配の悪魔としての能力は全て備えていると考えられます。ここで、マキマこと支配の悪魔の能力をおさらいしておきましょう。1、他者を操る命令能力。一つ目は、他者を操る命令能力です。命令できる対象は、自分より格下であるものという条件がありますが、対象の支配が完了すれば、命令通りに操る、洗脳する、契約悪魔の能力を使用する、といったことが可能です。ナユタはまだ子供なので、自分より程度の低いと思うものの範囲がマキマよりも小さく、能力もやや弱くなっていると予想されます。2、他者の悪魔を扱う能力。二つ目は他者の悪魔を扱う能力です。へその緒のような鎖で繋がった対象の、契約悪魔そのものや、悪魔の能力を自由に使える強力な力です。ナユタのような子供の状態で、この力が使えるのかは怪しいところですが、もし味方側でこの能力を所持しておければ、公安にとっては強力な戦力となります。3、洗脳、記憶の改ざん能力。三つ目は、洗脳、記憶の改ざん能力です。支配の悪魔の能力によって、自分より程度の低いものの記憶を操ることが可能です。この力があれば自分に都合の良い人間関係を構築することができるため、ナユタがどのように力を行使するのか注意が必要です。4、盗聴能力。4つ目は盗聴能力です。支配の悪魔はネズミや鳥などの下等生物の耳を使って、世界的な規模で盗聴を行うことが可能です。こちらも味方となればかなり強力な能力です。5、物事を掌握する力。最後に紹介するのは物事を掌握する能力です。支配の悪魔はこの能力によって、この世から消し去られた存在をも記憶することが可能です。これら5つの能力が支配の悪魔としての基本的な能力で、生まれ変わって間もないナユタについても、これらの力を問題なく使えると考察できます。しかし、味方となると強力すぎる能力も多いため、第2部でナユタがどのような立ち位置となるのかは未知数です。なお、マキマの、日本国民を自分の身代わりにする力は、日本の総理大臣との契約による力だったため、ナユタは所持しておらず、マキマと違い不死身ではありません。また、マキマの使用していた銃撃のような攻撃や、名前を呼んで圧死させる能力は、それぞれ支配の悪魔の力を使って二次的に使用しているため、ナユタが使うことはないでしょう。ここまでナユタの能力について考察してきましたが、ここでマキマとナユタの共通点を見ていきます。ナユタは支配の悪魔であるマキマの生まれ変わりですが、その容姿や髪の色などは大きく異なります。
電磁に懐いている描写からも、マキマの的を、他を寄せ付けない冷たい雰囲気も感じませんが、そんな中でもいくつか共通点はあります。順番に見ていきましょう。共通点1。ぐるぐるの目。一つ目の共通点は、特徴的な目です。マキマとナユタは、共に渦巻きを思わせるような、特徴的なぐるぐるした目をしています。この身体的特徴は、ナユタが悪魔であるという事実を強烈に印象づけるポイントです。この目のデザインですが、未来の悪魔も同じような目をしていたので、人間の目の色のように、悪魔にも一定の目の種類があるものと考察されます。共通点2。噛む力。ナユタが電磁の目の前に現れた際、電磁が一瞬で、マキマの生まれ変わりだと悟った理由が、ナユタの指を噛む力です。物語の序盤でマキマが電磁に対して、目が見えなくなっても私の噛む力で私だってわかるくらいに覚えて、と伝える印象的な場面があります。こちらは作中の伏線をまとめた動画でも紹介しましたが、マキマが物語の最後に生まれ変わって、その事実を電磁が悟るための驚愕な伏線となっていました。それにしても、たった一度指を噛まれただけで、その強さを覚えてる電磁のマキマへの愛の深さには恐怖すら感じます。共通点3。犬好き。マキマとナユタのわかりやすい共通点として、犬が好きということが挙げられます。マキマは自宅で7匹のシベリアンハスキーを飼っていましたが、電磁と出会った当初の時点で、返事は、はいか、ワンだけ、いいえなんていう犬はいらない、など、部下を犬扱いした発言をするほど、生粋の犬好きです。ナユタも初めて出会った犬に抱きついてしまうほどの犬好きで、犬たちもかつての飼い主の転生した姿であるナユタに懐いているようです。ちなみにナユタは作中で4回しか言葉を発しませんが、そのうちの2つが、ワンワンというセリフです。犬は一般的な動物と比べると従順な動物なため、支配の能力を使用しなくても自分に懐く姿が可愛く思えるのでしょうか。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。共通点4。ピースサイン。電磁がナユタに、肉以外で食いてえもんあるかと尋ねた際に、ナユタは、食パンと答えながら、ドヤ顔でピースをします。このドヤ顔のピースは、電磁がマキマに向かって見せたポーズです。マキマは別の存在に生まれ変わったものの、前世の記憶が残っているのでは、と思わされるシーンです。共通点5。パンが好き。生前のマキマの朝食はトーストと目玉焼き、そしてサラダとコーヒーでした。ナユタは電磁に何が食いたいと聞かれた際に、食パンと即答していることから、パン好きの思考が受け継がれているようです。ちなみに電磁も、パンにジャムを塗って食べることが夢と語っているシーンがあったため、作中の世界では、パン食が一般的になっていると考察されます。ここで、ナユタの元ネタについて見ていきましょう。ナユタのオマージュと判明しているキャラクターは現時点で2体おり、それぞれ紹介していきます。元ネタ1。予言のナユタ。一つ目のナユタの元ネタは、藤本達樹先生の読み切り、予言のナユタに登場する、主人公の妹、ナユタです。こちらのナユタは頭の角以外の容姿が、チェンソーマンのナユタとそっくりなため、セルフオマージュである可能性がかなり濃厚です。ちなみにですが、予言のナユタの角は、チェンソーマンでは、パワーが継承しています。ちなみに、予言のナユタは、ボイスコミックとしても公開されており、キャラクターボイスは、声優の小松美香子さんが担当されています。そのため、チェンソーマンがアニメ化された際には、ナユタの声優は小松美香子さんが担当する可能性が高いと考えられます。ちなみに予言のナユタは、2021年11月4日に発売された、藤本達樹先生の短編集22から26に掲載されています。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてください。元ネタ2、あばら。二つ目のナユタの元ネタは、たびたび藤本達樹先生自身が、チェンソーマンに大きな影響を与えたと明かしている、あばらに登場する、ナユタというキャラクターです。ただし、こちらに関しては、名前以外には際立った共通点はありません。しかし、あばらの主人公は工藤電磁であり、チェンソーマンの電磁の名前の元ネタとなっているため、何らかの影響を受けていることは間違いありません。ちなみに、あばらの工藤電磁が黒ガウナに変身した姿は、チェンソーマンの真の姿ととても似ています。この内容については、電磁の考察動画で詳しく紹介しています。
ぜひこちらもチェックしてください。ここで、第2部でのナユタについて考察していきます。第1部では、ヒロイン兼ラスボスとして活躍したマキマが、今度は妹枠のキャラとして、ナユタに生まれ変わりました。早川家での妹役はパワーでしたが、ナユタはもう少し常識のある子として育ってほしいところです。またナユタは初対面のデンジにかなり懐いており、公園から帰宅する際はおんぶ、寝るときは腕の中で抱きしめられています。これはポチタが物語の終盤に、支配の悪魔は他者と対等な関係を築きたかった。家族のようなものにずっと憧れていた、とマキマの願望を明かし、そして最後に、たくさん抱きしめてあげて、と、デンジに話したためと考察されます。ナユタがデンジに抱きしめられるシーンでは、ポチタと同様に幸せそうな顔をしています。チェンソーマン第2部では、デンジが高校生活を送りながら子育てする場面が描かれるのでしょうか。ナユタは初対面のデンジを指さして、ワンワンと言っていることから、デンジを犬として認識していることが伺えるため、ナユタにデンジと対等な関係を築く気があるのかは疑問ですが、幼女になった支配の悪魔と、デンジの日常生活がどのように描かれるのか楽しみです。以上、ナユタについての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、チェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。